はい、はじめましての方ははじめまして。今回はですね、普段自分が使っている丸棒を作るジグのご紹介をしたいと思います。でね、アタッチメント式にして使っているので、こんなジグも面白いんじゃないかなと動画にしてみたので、よかったら見てってください。それではどうぞ。まずはずらっと並んでる数字が書いたものがあるんですが、これをこの箱型の本体の中に入れて使用していきます。でね、箱の構造としては、まず中の木材はヒノキのKD 材です。で、それに穴を開けて切り替えたものを使っています。上の方にはね、トリマーを固定するための折り目ナットをねじ込んであります。で、外側と下側からはヒノキをね囲む感じでね、12mm のコンパネをビス止めしてあります。犬がうるさくてごめんなさいね。で、今回は試しに10パイと12パイを作ってみたいかなと思います。ワッフ。使用するトリマービットで、自分はねよくストレートの 12mm を使っているんですが、ディッシュビットの方が R がついてていいのかなって思いつつ試してないので、詳しい方よかったら教えてください。作りたいサイズの部品を入れてトリマーのビットを装着したら、部品のね上に開けた穴があるんですが、そこにビットを入れつつトリマーを固定していきます。はい、セットが完了したら、ちゃんと固定されていないと危険なので動かないかどうか確認しておきましょう。で、この穴に角材が通ってビットで削られて丸棒になって出てくるよっていう構造です。ちょっと分かりづらいかもしれないですが、ビットの刃を調整しています。じわっとビットが上に上がっているのが見えますかね。で、この本体の下の板を伸ばしたのには理由があって、このようにクランプで固定をするためです。ジグを作ってる方はあるあるかもしれないですが、ジグは固定してないとやっぱり危険なので、固定するための場所を確保しておくという感じですね。はい、次は丸棒にするための角材を作っていきます。でね、今回は10パイと12パイを作るんですが、自分はいつも15mm の角材から作っているので、テーブル層を調整しています。これは厚みがだいたい 15mm の板なんですが、それを 15mm ずつカットしていきます。すると 15mm×15mm の角材が出来上がります。でね、使ってるテーブル層とかフェンスがね自作丸出しなのでかなりお恥ずかしいんですが、今はねこれしかないので、本当は新しいのが欲しいんですがね、なかなか高いですからね。これは角材を回すためのくわえなんですが、ヒートンとかねネジをドリルに加えて木材に突き刺して回してると空回りしてね使えなかったので、今のところこういう形に落ち着きました。
では丸棒加工をしていくんですが、最初はビットの刃を浅めにしておいて、後から微調整する方がいいのかなと思います。はい、途中から進まなくなりましたね。で、10パイを作るために11パイの設定にしてあるので、途中から止まってしまいました。ということはビットの刃がまだ浅いということなので、刃を少し下げてね、調節してあげます。はい、調節したのでもう一度加工していきます。でね、加工するときはなるべく回転速度と侵入速度を一定にして入れていきましょう。そうすることで一定な速度で入るので、一定に削れて綺麗な丸棒ができます。でね、インパクトドライバーだと無理に入れるとインパクトがかかっちゃうので、慎重にやっていきましょう。で、10パイぴったりの穴に通してるので、摩擦でツヤが出るのかと思うんですが、割と綺麗にできてますね。で、僕が使ってるのがアナログのノギスなので、正しい数値が出てないのがあれなんですが、まあ見たところいい感じですね。はい、編集時の僕がなんか遊んでましたが、ほっといて次は12パイを作っていきます。12パイの部品を入れました。さっきよりね、若干木肌が荒れちゃったんですが、ゆっくりとね、削ればもうちょっと綺麗にできるかもしれません。12パイより少しね、ちっちゃくなっちゃったんですが、奥の方で 11.95 ミリくらいでしょうかね。削りすぎちゃうと元に戻せないので、微調整してやっていきましょう。はい、ということでアタッチメント式の丸棒ジグでした。補足なんですが、中の部品が2段階の穴になっている理由っていうのが、大きい穴は通す角材の対角線の長さが通る大きさで、奥の穴は作りたい丸棒のサイズぴったりの穴なんですね。で、上に開けてある穴はビットがしっかり入る穴を開けてください。でね、トリマーのジグを使うときはちゃんと固定して手がね巻き込まれないようにご注意してください。で、またビットの交換の際とかにね、電源を抜いておく癖をつけておきましょう。危ないのでね、箱型本体にサイズ別の部品を入れるっていう構造にしておいて、中の部品を作って微調整してあげれば、欲しいサイズの丸棒加工が割と簡単にできます。必要なサイズもね、簡単に追加できるし、コンパクトなんでね、おすすめしたいチップスでした。長々とね解説させてもらいましたが、ここまで見てくれた方、参考になったよと言っていただける方、よかったらね、グッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。でね、このチャンネルはもともと弾き語りの動画を上げるチャンネルだったんですが、ものづくり系の動画と Vlog もやってますので、よろしくお願いします。ではありがとうございました。また見てね。